さんこんにちは、ずんだもんなのだ。前回の動画を見てくださった方はありがとうございます。初めての方は初めましてなのだ。前回までで基本的なルールとデッキ制作についての解説をさせてもらったのだ。わかりやすく解説しているので、もしまだ見てなかったら一度ご視聴いただけるとわかりやすくなると思うのだ。そんなわけで今回は個人的ベータ環境の各カードのギア表を発表していこうと思うのだ。まずはじめに前置きをさせていただくのだけれど、今回発表するティア表は僕個人の見解が大いに含まれてるのだ。配信をしながら作ってリスナーの皆に異論や意見をたくさん聞きながらやったけど、それでも個人の感覚を超えられるものではないのだ。真に強いと思うカードは自分の心に従って決めるべきなのだ。なので一つのエンターテインメントだと思って今回のティア表を見てほしいのだ。作成してる時の配信は YouTube のアーカイブに残っているので、気になる方は見てみてほしいのだ。始める前にもう一つ、今回のランク付けのなんとなくの基準を話しておくのだ。まず現時点での将来性は一切考慮していないのだ。カードプールが増えれば強いと思われるカードは今でもたくさんあるのだ。でも現段階で使えるかどうかだけを評価して、使えないなら低評価とさせてもらっているのだ。次に上位互換関係は評価に影響するのだ。このカードを使うくらいならこっちのカードの方が有効じゃねと思うカードは評価を下げさせてもらっているのだ。それとガンダムカードゲームではアグロデッキなのかそうでないのかで大きく攻め方と構築が変わってくるのだ。なのでアグロデッキでは強いけどアグロデッキにしか入らないとかだと少しだけ評価を下げているのだ。前置きはこれくらいかな。ではあんまり前置きを長くしてもあれなのでそろそろ行くのだ。投稿者とリスナーさんたちの独断と偏見で決めたデータ版最強カードランキング。まずは最低ランクの D ランクから行くのだ。悲しき最低ランクに入れられてしまったのはこの4枚なのだ。同じランク内でも左のものほど評価が高く、右に行くほど低いのだ。この中のカードのほとんどが上位互換関係で最低ランクとなってしまっているのだ。例えばファーストコンタクト、このカードはマナ加速をしてくれるカードなのだけど、ユニットで同じような効果を有しているカードがあるのだ。そのユニットにはバーストがついていないし、こちらはメインで使えば何度でも使えるリソースが増えるのだけど、それでもさすがにユニット付きで似たようなことができるので評価が下がってしまっているのだ。満身創痍も同じようなパターンでの低評価なのだ。リギ君はブースター発売時の強いリペア持ちデルタプラスに期待するのだ。それでは次の C ランクに行くのだ。この辺りからちゃんと一芸には秀でているものが出てくるのだ。例えばランク内トップにいる艦砲射撃、このカードはブロッカーデッキでウィングガンダム足すヒーローの組み合わせに対するメタとしてはありな選択肢なのだ。レアリアルに関しても5ターン目までにトラッシュにコマンドを4枚貯めて手札に複数枚持ってれば多分強いのだ。このように見るところはあるのだけど、ピンポイントすぎたり役に立てる状況を作るのが難しいカードがこのランクにいるイメージなのだ。ボールくんはアグロデッキでは有用だけどノパターンのカードなのだ。アグロデッキでしか使われず、さらに HP が1ということで様々な妨害に引っかかってしまうことがマイナス評価につながったのだ。ガンダムカードゲームのベータ環境において HP1 ということは大きな弱点を背負うことになるので評価を下げているのだ。それでは次は B ランクに行くのだ。ここからは全然デッキに入っていても違和感のないカードが増えてくるのだ。まずこのゲームを始めた多くの人が目を奪われるシェンロンとウーフェイがこのランクの最下層にいることが目につくと思うのだ。僕的にはかなりシェンロンとウーフェイの評価が低くて、リスナーさんたちも意外に思う方もいらっしゃったのだ。P3 までのユニットを無料で取れるのだけど、逆に AP4 以上のユニットには無力で、仮に無料で取れたとしても AP4 以上のユニットに殴られたら一撃でやられてしまうのだ。その AP4 以上のユニットがかなり上位にいたりもするので、どうしても評価は下の方になると思うのだ。さらにさっき言った上位互換関係のウィングガンダムのワード形態がこのランクにいるのだ。これはランクという性質自体のベータ環境における弱さが出ているのだ。
最も重いレジェンドレアのウイングガンダムでさえ6レベルで、それも急いで出して有利というより盤面を盤石にしてからとどめに出す形の方が強いユニットなのだ。なので急いで出したら強く使える重いカードが出てきたらまた評価は変わってくると思うのだ。あと目立つのはデミトレーナーと G ファイターあたりだと思うのだ。デミトレーナーはブロッカーを1コストで出せるのが優秀だけど HP1 が足を引っ張ってこの位置。 G ファイターは僕も後からもう少し上かなと思ってしまったカードなのだ。 G ファイターはアグロデッキによく採用されているとどめの一撃に便利なカードなのだ。アグロにしか採用されないという点で評価をされていたけど、それにしても強力な動きはできると思うので作り直すとしたら A の中頃くらいにいる気がするのだ。実は元のティア表のデータを紛失してしまったので作り直すのが面倒だったのは内緒なのだ。次は A ランクに行くのだ。ここからは全然採用されているカードたちになるのだ。まず目を引くのがランチャーストライクの位置だと思うのだ。ランチャーストライクは能力やコスパ自体はとてもいいのだけど、上位のカードとの相性の悪さでこの位置なのだ。ちなみに海外ではランチャーストライクはまず4枚採用されてるレベルで人気なのだ。ユニコーンの評価はかなり難しかったのだ。ユニコーンは僕個人はかなり弱めなカードというイメージを持っているのだけど、実際に大会結果などを見ていると勝てている人も多くいるのだ。どんな理屈よりも結果が全てというのが僕の心情なので、注意という位置に置いたのだ。マナージの方が個人的には強いと思っていて、タスニというスタッツがかなり強いと思っているのだ。序盤から引きすぎたりするととても困るカードなのでこれより上ではないかなという感じでこの位置にいるのだ。あとはエンリュミオンのタカがここにいるのも意外に思う人が多いと思うのだ。エンリュミオンのタカは優秀ではあるのだけれど、現状まだユニットをバウンスしても青白の苦手な後半の横並び展開を増やしてしまうことが多くなってしまうと思っているのだ。タカは使えば使うほど評価が下がっていくタイプのカードな気がするのだ。A ランクの部分は結構物言いが多くつきそうだと僕自身思っているので、遠慮なくコメントで文句を言っておいてほしいのだ。海外兄貴たちに話を聞いたらランチャーをエイタスにあげるべきと言われたのだけど、ウイングが流行っていない海外とはちょっと基準が違うのでこの位置は譲れなかったのだ。次にエイタスに行くのだ。まずは溢れる慈愛のラインについて説明するのだ。僕的にはこの溢れる慈愛より左側のラインがほぼ4枚確定ラインだと思っているのだ。とか言いながら数枚調整する可能性もあるとは思っているのだ。応用編でもお伝えした通り、僕は3レベル以下の2コスト以下を高評価する節があるのだ。なのでエイタス上位にはそんな特徴を持ったユニットがずらりと並んでいるのだ。その上でまずみんなが気になっているであろう穏やかな音色の高評価について解説するのだ。穏やかな音色は青緑のデッキにおいての唯一の防御手段なのだ。そしてこのカードはホワイトベースとの同時運用でその進化を発揮するカードなのだ。アグロの AP5 以上でベースを壊してから低 AP のユニットでシールドを割っていく動きにも対抗できるし、単純にホワイトベースを守ればその分トークンを出せるのだ。足す 1+1 のパイロットとしても最低限の活躍はできるので腐りにくくもあるのだ。実際に使ってみるとその強さがわかると思うので一度騙されたと思ってやってみてほしいのだ。パイロットの中でとあるイカれた一人を除いて一番強いと思うのは現状スレッタなのだ。レベル4のパイロットの中で現状唯一 HP のプラスに修正持ちなのだ。これがどう強いのかはこの動画の最後の方によくわかるのだ。さらには使ったコストを攻撃時に1回復する能力があるので相手としても放置することにリスクがあるのだ。さらにリンクできるユニットに有用なユニットが多数いるのだ。これはキラも一緒なのだけど、キラはリンクできるユニットと自身の能力が少し噛み合っていないので少しスレッタより下にさせてもらったのだ。正直個別のカードに語りたいことはまだまだあるのだけど、そろそろトップ5の発表をしていくのだ。まずは第5位を発表させてもらうのだ。第5位はアークエンジェルなのだ。レベル3コスト1という軽さ、そして HP5、さらにはブロッカーのデッキにおいてフィニッシャーにすらなりうる起動効果を持っているのだ。
ベースカードは1枚手札を新しく見れる都合上、解決札を求めて出すことも多いのだ。その際にコスト1がとても強く、軽い気持ちで出すこともできるのだ。手札の中にかぶったら困るというベースカードの悪い部分もコストの軽さがカバーしてくれているのだ。コストの軽いベースカードの中でも起動効果が強力無比なので大ボイとさせてもらったのだ。続いて第4位を発表するのだ。第4位はレジェンドレアのガンダムなのだ。リペアによる高い有利交換力に加え、パイロットをセットすることで味方のユニットの AP を足す1することで相手の計算を崩して有利な交換ができる強力なユニットなのだ。さらには下手をするとこのユニットの一番強い部分は左下かもしれないのだ。ユニット単品の中で最高峰の能力を持ち、レジェンドレアの強さを見せつけたガンダムが4位となったのだ。続いて第3位の発表をしていくのだ。第3位はなんとザク2なのだ。2レベル1コストという恵まれたコスト、攻撃時は一撃で EX ベースを割れる打点を持ち、かなりの数の高コストのユニットと相打ちを取れる盤面影響力。盤面を取るにも相手のライフを削るにもあまりにも便利すぎるのだ。一応攻撃されると1ダメージしかダメージを返せないのだけど、それがさまつな問題に感じる程度には鬼のような便利さを誇るのだ。そんな攻撃性と利便性を兼ね備えたザク2が3位だったのだ。次は銀メダル第2位の発表なのだ。第2位はスタッツお化けリゼルなのだ。レベル3コスト2というコストから繰り出される AP4、HP3、それが全てなのだ。今のところレジェンドレアのウィングガンダムを除くと全てのユニットを一撃で破壊できる火力、そして序盤のユニットに対して強気に出られる HP3 を持っているのだ。パイロットを乗せたりガンダムで AP+1 を入れれば、エールストライクに乗ったキラ、ガンダムに乗ったアムロ、ユニコーンに乗ったバナージスライチで破壊してしまうのだ。そんな有利交換と序盤の盤面確保の代名詞ともいえるリゼルが第2位となったのだ。ここで皆さんはこう思ってるはずなのだ。あれ ?1 位が残ってるのに S ランクが埋まっちゃったぞと。最後の第1位のカードは頭一つ抜けた強さを持っているので SS ランクとさせてもらうのだ。そんな栄えある第1位は皆さんも存じアムロレイなのだ。タスにタス1の補正を持っていてホワイトベース体の特徴も持っているのでリンクできるユニットも多めのパイロットなのだ。それも相当大きな利点のはずなのだけど効果がそれ以上にぶっ壊れているのだ。なんと HP5 以下のユニットをレストにするという効果なのだ。僕は現状緑白のデッキはかなり扱いが難しいとよく言うのだけれど、このアムロが入れられないという理由が大多数を占めるくらいにはこの効果は強力なのだ。現行の環境では元で HP が6以上あるユニットは生きたりと存在しないのだ。つまりパイロットを乗せてないユニットである時点で常にアムロに倒される覚悟をしなければならないのだ。アブロデッキでブロッカーをどかしたりすることにも使えて、ミッドレンジ EN のデッキでは盤面の取り合いをめちゃくちゃに有利にしてくれる存在なのだ。そんな原作でもガンダムカードゲームでも最強のアムロが第1位だったのだ。最終的な結果はこのようになっているのだ。皆さんはどんな感想を抱いたのか、納得したのか、議論だらけなのか、思ったことはどんどんコメントで教えてほしいのだ。はじめに言った通り、エンターテインメントとして見てもらうくらいがちょうど良いと思っているので、話のネタにでもしてもらえると幸いなのだ。配信のアーカイブではそのカードをそこに置いた理由や評価を結構細かめに語っているので、気になったら見てみてほしいのだ。個別のカード評価についてはまた短い動画でしていければと思っているのだ。次回からは実際の対戦してる様子か実践講座かどちらかをあげようと思っているのだ。ちょっと迷っているので、ご意見ご質問もあったらどしどし寄せていってほしいのだ。それでは今回の動画はここまでにさせてもらうのだ。今回の動画が面白かったらいいねだか評価、チャンネル登録もよろしくお願いするのだ。またねなのだ。